はい、こんにちは、吉田です。またちょっとご無沙汰してますが、ご無沙汰してるうちに、噂で出てた、ニコンの ZFC が発表されましたね。あれね、なんというか、あの、DF が出た時に、なんというか、ダイヤルで見る UI として、いいし面白いんだけど、なんかね、デジタル一眼をベースにするとごついなっていう感じになってましたけど、なんかイメージ画像が時々リークされてるのを見て、なんか割とそれこそ MF 一眼時代の雰囲気に近いなっていう風に見えてたのが、実際その発表されてみたらやっぱり本当にそんな感じで、ミラーレスカメラが出て、特にフルサイズミラーレスとして α7 が出た時あたりからなんか MF 一眼の細部に戻ってきたなっていう感じがしてましたけど、なんか本当にあれですね、そんな感じのサイズ感と、で今回 APS-C の Z50 がベースなので、コンパクトですよね。なんだかんだフルサイズボディはやっぱり大柄っていうのもあり、MF 時代の一眼レフのサイズ感っていう意味では APS-C の方が近かったのかなと思ったら、やっぱりそんな感じしますね。どうせね、せっかく Z ベースで行くんだったら、フルサイズにしてくれたらね、MF 時代のレンズ使う時にも感覚的に近いよなとか思ってたんですけど、でもあの雰囲気を見たら、なんか Z50 ベースで正解な感じしますね、サイズ感。で、あのサイズ感でダイヤルをメインにした操作系は結構使いやすいかもしれないですよね。っていう風になんか思いました。だから最初またなんかレトロな雰囲気のやつって聞いた時にはまたそういうの出すのかっていうようなちょっとなんか2番線時間というか感じてたんですけど、実際発表されたやつ見てみたらなんか、DF の時よりもそのノスタルジーっていうか、その昔を再現するとか思い出すっていう意味でいくと、なんか今回の方がなんか、DF も良かったんだけど今回の方がいいなっていう、サイズ感的にはまってる感じがして良かったですね。で単焦点としてニコンからこれとは別で Z マウントのレンズ Z 用のレンズ出しますっていう話で出てた、28mm と 40mm かなが、今回この 28mm 単焦点レンズキットとして出てますけど、これそうですよね多分ね。なんか28mm をつけて、APS-C だから、42mm 相当っていう、あの感じもいいっすよね。42mm、うん。42mm、42.5とかでしたっけ？だからそうすると43ぐらい。そのぐらいの焦点距離っていう風に見ると、あれ結構いいですよね。ぶっちゃけ。うん。あれこれ、ペンタが43欲しいやつ、欲しいって言ってたの、これ叶ってんじゃんっていう風に、ふっと思っちゃうぐらい、あの、いいなっていうのは正直言うと思いました。じゃあ買うかっていうと個人的にはね、ちょっとニコンのボディで APS-C のボディを買う理由が今んとこないんですよね。ぶっちゃけ。そういうのもあるので、ちょっと個人的にこれを買うかっていうと買わないかなっていう感じはするんですけど、でも全然ありなカメラですね。正直スナップをスナップ用的に使えるカメラが欲しいなっていうのは思ってたんですけど、で単焦点つけて歩きたいなっていうのは思ってたんですけど、
それでいくんであれば、そのカメラが出す色っていうのも含めて、ちょっと富士の XT3 をもっと使いたいなっていうふうにちょっと思ってます。で 27mm のレンズあったらいいなって思ってるんですけど、ちょっといまいち出物がないんですよね。WR のレンズに、モデルチェンジしたじゃないですか。そのモデルチェンジした後のやつがずっと品切れ状態で、あんまり在庫がない状況なので、じゃあ旧バージョンを買うかっていうと、まあなんというか、なかなか中古もないんですよね。でまあ、ちょっと薄型レンズとして狙ってってる感じのレンズではあるので、個人的には場合によっては 23mm のやつ使って 35mm ぐらいっていうのでもいいのかなっていう、27mm に比べると長いですけど、まあ富士の X 自体が小さいのですごくコンパクトでいい感じにまとまってはいるなっていう感じはするので、なんかそれでもありだなっていうふうには思ってます。スナップ街歩き系って考えれば、はい。まあ、ちょっとダイヤル系 UI ね、なんというかカメラの外観パッと上を見れば軍艦部見れば今の設定が分かるっていうところで、まあ便利ですよねっていうのはあると思うのと、あと何よりまあ今回の ZFC 見てて思いましたけど、かっこいいですよねこれね。富士のダイヤル系 UI のカメラともちょっと違う感じがして、富士のカメラはあくまで新しいカメラとしてのデザインがあるじゃないですか。で今回の ZFC は、ちゃんとニコンの一眼レフ、昔の一眼レフをちゃんとオマージュしてるっていう感じがあるので、なんかなんか使われ方は違うよねっていう気はします。なんか持つにしてもその2つを持つ理由それぞれで理由が違うよねっていう感じはしてますね正直。ZFC の方がよりなんて言うんだろうな、アクセサリー的に持てるかなっていう気は印象としてあります。だからそういう持ち方って結構いいんじゃないかなって思いますね。でついてくるレンズもまあズームか、まあ、単焦点かというところで、どっちも割とそのサイズ感には合ってるし、つけた時の見た目の雰囲気も合うし、これはどっちもありですよね。本当にこれはもう本当に使う人がどっちを選ぶか、もう自由に選んだらいいっていう価格帯も近いぐらいに設定されてますから、これは本当にどっちを選んでもいいやつだなっていう気がします。これね、いいですよね。まあ本当フルサイズだったらなって思ってたんですよ最初は。どうせマウント系同じなんだからフルサイズにすればいいのになって思ってたんですけど、まあでもこの感じだとなんかフルサイズだと多分もうちょっとでかくなってたかもしれないですよね。でもうちょっとでかくなっちゃうと多分そのデザイン的に間延びしちゃったかもしれないですよね。そしたらちょっとこのカメラの本質というかやりたいことからずれるよなっていう気もするので、なんか今回のは今回ので良かった気がします。なんかもう APS-C 全部このスタイルにしちゃえばいいんじゃないのかな。ダメですか。APS-C のそうでファインダーなしのやつはそれこそ S っぽい感じにしちゃってね。まあだからファインダーなしか、ファインダーをもうちょっとまあなんていうか Z50 のやつからしょぼくして、センターからオフセットしちゃって使い勝手がよりスナップマシンっぽくなったやつをなんかね ZSC とか言いましょうか、そんな風にして出して、なんかその2台が、ニコンの APS-C のコアの中核の2台のカメラになったらかっこよくないっすか。
なんかいい気がするんですけど、それこそ富士の XT シリーズと XE シリーズみたいな感じで、まあ、X プロ3っていうのがあるから、あれはちょっとまたなんていうか、あれがちょっと特殊というか、あのファインダーはファインダーで価値があるカメラなのでちょっとあれですけど、それこそ EVF 搭載ボディの2ラインってなりますよね。あ、これいいんじゃないですか。でこれで 28mm と、40mm も、この外観で出したら、これ欲しくなりますよね。なんかその2台とその 28mm と 40mm で揃えたくなっちゃいますよね。あ、それいいな。どうですかニコンさん。出さないだろうな。はい。そんな感じでニコンのすごく FM シリーズ FM2 あたりのボディと比べてる方すごくたくさんいらっしゃるからあれですけど、本当に FM2 みたいな感じの使い勝手雰囲気でデジタルでってなったらこれいいんじゃないですかね。いやこれはあれですよ、SP SP、S3、S2 どれでもいいですけど SK オマージュの ZSC も待ってます。そっちの方が欲しいかもしれないですよね。だからこれクロームボディなんかクロームの質感もいいですよね。昔は六角クロームっていう種類の材料でクロームメッキってやってたんですけど、今六角クロームって使えないんですよね。環境規制物質なんで。でまあ今はこれでもボディ塗装かな、塗装何なんだろうな。メッキはしてんのかもしれないけど、アルミベースでアルミにメッキするのか、樹脂ベースで樹脂にまあクロームメッキするのか。なんかね、でも質感すごくいいですよね。でなんかそのボディのデザインで、まあ、過去のカメラの加工の再現をするような処理もされてるっぽくて、プレスのエッジとかそういうの面白いなって思いますよね。なんか、そこまでなんかこだわった、過去の製品のオマージュ MF 機のオマージュってあるようでなかったので、なんかそれすごい面白い切り口をやってきたなっていう感じがします。なんかだから売れるんでしょうねこれね。みんな結構欲しい欲しいって言ってる方よく見るので、はい。いや本当にでもね趣味のカメラとしての意味はすごくいい形で再現してるカメラな気がしました。はい、というわけでなんかこれがねなんか一つの今の時代にデジタルカメラをあえて持つ理由の一つにはなるんじゃないかなって気がしますね。趣味的に面白くなければ持たないでしょう。でなんかここからね、写真興味あるんだけどカメラ興味あるんだけどっていう人が、まあ、これを使ってそれをきっかけにして、ニコンのフィルムボディを買うとかそういうふうに言ったらちょっとね嬉しいですよね。そういうわけでなんか趣味性っていうところが一つの切り口なのに対してまあ一つの回答っていうのがなんかこれで出た気はしますね。でかつこれはニコンじゃなきゃできなかった製品な感じもしますし、是非ですねなんというか売れてほしいなって思いますね。そういうわけで富士ね XT3 でクラシックネが使えるようになんないかな。ファームアップお願いします。個人的には富士はそっちの方が興味あるかな。
ですね。どうしてもダイヤル系の UI っていうところでそっちと比べちゃいますけど、まあでもどっちもありだし、 ZFC ね、でもね、気になるよ、気になる。これは本当にニコンの、これニコンの外観だっていう感じがすごいするカメラになったので、ぜひね、ご興味ある方はぜひどんどん予約入れちゃったらいいんじゃないでしょうか。Z 系またちょっと動きが出てきたのでね、頑張ってほしいなって思ってます。はい、今日はこんなところです。はい、ありがとうございました。失礼します。